三崎美里。どうも、さつさんです。今日は NVIDIA の GeForce Day に遊びにやってまいりました。今日はね、イベントということで NVIDIA のグラボを搭載したノートパソコンがたくさんあるということで、いろいろ悩みていきたいと思います。秋葉の、GeForce Square っていうところで開催しているみたいで、もうこんな感じで階段からね、もう GeForce まみれ。入ると紙をもらえて、アンケートにね、答えると、ノベルティのこの、ケースをもらえるみたい。じゃんけん大会かななんか行われるみたいなんですけど、NVIDIA のキーキャップと定規がもらえるみたいです。あと、マウスパッドもありました。抽選に選ばれた方は、このグラボももらえるみたい。4070スーパー。めっちゃかっこいい。ぜひゲットして帰りたいと思います。会場はこんな感じ。すごい会場に力が入ってる感じということで、2時半から、今からセッションがあるみたいなので、そちらを見ていきたいと思います。本日はノート PC ですね、GeForce 搭載のノート PC についてお話をしたいと思っております。ノート PC、動作音が気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな時は、ウィスパーモードというものを使うことで AI がノート PC の動作音を抑えながらも可能な限り高い性能で動かすように PC を調整します。そして DLSS によってフルレイトレーシングのような非常に高度なグラフィックス処理ができるようになってゲームのリアリティがさらに高めることができております。これらのゲームを遊ぶときに重要になるのが素早い反射神経です。反射神経が求められるのはゲーマーだけではありません。PC にも素早い処理が求められます。低遅延とはどういうことでしょうか。マウスをクリックしてもゲームの画面のアクションに反映されるまでには、いくらか時間がかかります。この時間をシステム遅延と言います。クリックからアクションまでは様々な処理が行われていまして、中でもレンダー Q という CPU と GPU をつなぐとは遅延が大きくなります。NVIDIA Reflex はレンダー Q を取り除き、ゲームを最適化します。Reflex によってシステム遅延を大幅に削減できます。たとえ防御側であっても、Reflex を使って遅延を小さくすれば、攻撃側の有利をですね、軽減して、十分に勝負ができるようになります。そして、遅延が小さいほどフリップショットのエイム精度が良くなるということが、様々な実験、でですね、分かっております。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、初期の人。面白かった。初期の人おめでとうございます。さあまだで第1回戦ですよ。はい、ということで1回目の、イベントセッションがイベントセッション終わりました。どうでしたか？いやーなんか素晴らさ、しいセッションでした。やっぱさ、40になってノートパソコンがさらに進化したって感じし、確かになんかね、ねちょっと一昔前ってさ、どうしてもこうゲーミングノートとかってスペック不足みたいなイメージあったけど、やっぱ最近って GPU 進化してるからそんなこともないし、さらになんか AI 機能とかもさ、そう AI とかもそう進化してるやし、らしいんで。ということで第2セッションは清水さんが出るらしい。清水さんもうめっちゃ好きで、そこいるけど、そこにいるそこに立ってるさっき挨拶してんけど、清水さんがトークイベントやるみたいなんで、ここがねちょっと楽しみなんで、動画でもね取り上げようと思います。ということで次のセッションへ行きましょう。ということでペグセ屋さんのねところにも遊びに来ました。これ見て、めっちゃ可愛くない？前に紹介したPC なんですけど、それをねピンク色で塗ってるみたい。めっちゃ可愛い。私も組んだんですけど、なるほどね、ファン取り替えた方が可愛いね。これこっちは本格水冷ですね。で中見るとこんな感じ。これが前言ってた背面マザーモードを使った時の配線。こんな感じになるみたい。ていうかここの上側取れるんだ。ここ取れるんやね。これ取ってこのコルセアのシフトの電源を使って上から配線すると、より配線しやすいっていう感じなのかな。なるほどな。でこの横側にハブをつけてんね。こっちが、小さい方で 2500X で、こっちの左の方が大きい方ですね。
それぞれのメーカーさんのノート PC アピールポイントを伺っていきたいなというふうに思います。我々は、プレーターというゲーミングブランドを展開させていただいていて、そのプレーターのマシンだけに搭載されている空冷のシステム、エアロブレード 3D ファンテクノロジーという、これは我々が特許を取得している技術を搭載させていただいています。これは静かに速く飛ぶフクロウの羽を徹底的に研究をして、空冷のファンについているブレードを今確か89枚で1枚のブレードが 0.01 ミリっていう薄さで、静かにどれだけ回るかっていうところに力点を置きながら今第5世代まで進化してきてるっていう、はい、このシステムがおそらく我々のプレーターのマシンを特徴づけてる部分かなと思います。弊社 ASUS と言いまして ASUS ブランドのゲーミングノートシリーズと、ROG というですねリパブリックオブゲーマーズというゲーミングブランドの2つのゲーミングシリーズを展開させていただいてるんですけれども、主にですね最近のモデルに関しましてはROG インテリジェントクーリングシステムというものすごい冷却機能が搭載されています。で CPU と GPU に液体金属グリスを塗布しているので、ものすごく冷却ができますよと。であとは MAX スイッチと言われる GPU が直接ディスプレイに信号を飛ばす機能が入ってたりもするので、かなりちらつきとか遅延なくフレームレートを出していただけるような機能も入っています。ギガバイトの良さは安定性になります。WindForce Infinity って言われるシステムが入ってまして、17インチのハイエンドに関してはファンが4つおお、すごいですね。で全動式のベイパーチュンバーで冷やします。弊社のパソコンはエントリークラスからハイエンドまで全て4つ以上のヒートシンク持っております。パワーの強い 12V のファンとか使ってるんですけど、そのファンの強さとか、先ほどエーサーさんがおっしゃってました、やはりそのフィンの大事さはすごく弊社も感じておりました。なのでエーサーさんの方がいいかもしれないただうちはパワーで分回します。関口さんはいい人すぎますねCPU と GPU のパワーバランスをAI コントロールでコントロールしながら CPU の方に回す最大マックスのところの性能を実は GPU の方に回してまして、なので全体としてものすごく安定した状況でそのソフトの性能を最大に活かせるような構造にしてあります。で一瞬だけ冷却バトルをすると、今参考電池になるんですけれども、どでかいノート PC がございまして、水冷で動かしております。はい、空冷ではなく、空冷でも動くんですけど、水冷でやっておりますので、ちょっと見ていただければなと思います。すいません、ありがとうございました。まず最初にバイトでごめんなさいからなんですけどちょっとバイト先メリットいろいろあるんですけど、一番フォーカスしたいのはパフォーマンス。やはり自作 PC とかもゲーミングノート黎明期からやってますんで、まずパフォーマンスありきに考えてるんですよね。だから MSI オーバーブーストテクノロジーって言って電力リミットを独自に上げて、クロックだとか全て消費電力とか温度のテーブルを独自に MSI で作ってパフォーマンスが出るようにGPU だけでなく CPU もトータルでやってますと。だからやはりパフォーマンス面ではかなりアドバンテージを感じていただいている方も多いと思うんですけど、でそれをやるにあたってやっぱり熱くなっちゃうんでちゃんと冷やさないといけないと。で MSI のアプローチって例えば液体金属使うとかグリス使うとかいろいろあるんですけど、モデルによって適した部材サーマルソリューションをチョイスしてると。ゲーミングモデルだとヒートシンクとかみたいなのがあったりするんですけど、高温になりやすいものとかはベイパーチャンバーっていう板状のヒートシンクですね、使ってたり、でベイパーチャンバーのアドバンテージとして高温環境での放熱性に優れてるんですね、一般的なヒートシンクよりも。なんでそういう用途に適したソリューションでパフォーマンスを支えていると。あとはラインナップがめちゃくちゃ多くて、日本向けのモデルを結構カスタムでお店ごとに作ったりとかして卸してるんで、モデルもクリエイターからゲーマーまで豊富だし、店舗さんによっても特色があるモデルがあったりする感じですかね。はい。ちょっと冷却バトル、いろいろ勉強させてくださいって言いたい感じなんですけれども、もちろん弊社のものもちゃんと冷えるようにはできてますし、どちらかというとですね、弊社ガレリアですね、実際担当してる人も含めてゲーマー非常に多くて、ユーザー目線の方をどちらかというとに寄った製品を作ってますので、特に弊社の場合ですね、全国各店ドスパラっていうお店で直営でやってますので、そこでお客様直接お聞きできるっていうのが、メリットかなと思ってます。勝った方のみ勝ち残りで3名を決めるまで続けていきましょう。では僕とまずはじゃんけんいきます。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。さあグーの方、は
はい、ということで2回目のセッションが終了しました。お疲れ様です。お疲れ様です。いろんなメーカーさんがこう並んでトークをするっていう感じだったんですけど、なんかああいうの珍しくて、なんかすごいなんか貴重な体験いやね、ができたなって。あ、そうなんだっていう、なんかこううちのメーカーはこの冷却にこだわってますとか、ヒートシンクがこうでとかファンがこうでとかね。そうなかなかうちらでも分からんじゃん、そこまでは。ギガバイトさんがねマジでおもろくて、一気にねギガバイト推しになりましたね。めっちゃ可愛かった。なんかギガバイトさんやのに他のメーカーさんを勧めるっていうね謎のいやおもろかったなあれ。まあこんな感じでセッションだったり楽しいので、まあ、ぜひ来てください。ということで、まあ、いろいろノートパソコン紹介してもらってたので、そのノートパソコンを見ていきたいと思います。はい。これがトークイベントで話してた水冷のノートパソコンって言ってました。これって何なんですか？これ水冷ユニットです。今まで普通のパソコンって空気で冷やすわけですが、それを水でやってます。じゃあホースもついてるんですか？ついてます。どこについてるんですか？裏に。それか。それです、それです。すごい。これ磁石でワンタッチで取り外しできるので。これちなみになんですけど、はい持ち歩きとかどうするもんなんですか？空冷でやってもらった方がいいんじゃないかなとは思うんですけど。これ外して空冷で使うこともできるってことですか？できあ、そうなんだ。ノート PC ってさ、やっぱうるさくなりがちだけど、これは気にならないわ。一つちょっと気になる。この水冷にしたことによって重くなったりとかってしてるんですか？そのノートパソコン自体が。あ、こっちが。こいつの重さは変わるわけじゃないので。あ、変わらないんですか？こっちは。ホース繋がってるだけなので。重量的には別に変わりない。なるほど。なるほど。あ、ちなみにこちらね、現在販売してるんじゃなくて参考出店だそうなので、まあ、もしかしたらこれから発売されるかもっていう感じの製品ってことですね。そう遠くない将来。あ、そうなんですね。販売できると思いますので。ちょっと興味ある方はね、ぜひお楽しみに。これね、エイサーさんのプレデターシリーズっていうゲーミング PC ですね。で、これが NVIDIA ブロードキャストっていう RTX シリーズ搭載してるね PC で使える機能っていうか、どんなことができるのかちょっとやってみるか。あ、これ背景ぼかしね。ミサちゃんがいない。これめっちゃすげえ精度高いな。これさ、俺の髪の毛の感じとかもさ、結構こうグリーンバックなしでもいやすごいよこれが。高精度で。ミサもよく実況するとき使ってる。でこれが NVIDIA Canvas っていうソフトなんですけど、こっちに描いた絵を AI がめっちゃうまいこう絵に変換してくれるっていうやつなんですよ。これちょっと絵下手だからね、ちょうどいいね。これ絵下手だからやってみます。左で多分ジャンルを選ぶんですよ。この右側にもね分かりやすくあるけど。川描きます。いくよ。おーすげえ。次が山描きます。いいね、分かりやすそう。で山を。おお、すごい。なんかこういうのをできるっていうソフトですね。はい。でこちらがですね、チャット with RTX ってやつで、さっきのキャンバスもそうなんですけど、AI の機能をねフル活用したような感じで、チャットで質問できるんですよ。ただ今日本語をあんまり学んでないというか。なんかそんな感じらしくて、これからねどんどんアップデートされると思うんですけど、現時点ではない、あんま微妙って言ってたね。ちょっとどんな感じか一応やってみるか。どうかな。チャット GPT みたいな感じか。でも日本語。エルピディアとは米国の会社ですってしか出てないんですけど、随時ねアップデートされていくみたいなんで、ファイルを要約してくれるっていう機能がすごいいいんじゃないかな。あ、そっかそっか。例えばなんか製品とかのホームページとか PDF とか確かに、を読み込ませて要約して、うちらやったら動画作るとかで使えそう。これもね RTX シリーズ積んでる PC であれば無料でいけるそうです。はい。で最後がですね、これサイバーパンクをめちゃくちゃね重い設定、ウルトラ設定、超激重の設定でねやってるんですけど、レートレーシングもありじゃない？これレイトレーシングもありなんで、ほらこれ水たまりの反射とかも超リアル。すげえ、めっちゃリアル。で今フレームレートがだいたいね80から90ぐらいかな。結構ねぬるぬる動いてます。ノートパソコンでサイバーパンクできるんやな。車の反射とかもさすげえわ。
ツルツルです。この車にさ、建物反射してる感じが超リアル。この DLSS はね、対応してるゲームじゃないと使えないんですけど、対応してるゲームだと激重なね、設定とかでも、ノート PC とかでもね、快適に遊べるんで、ぜひね、使ってみてください。かっちょいい。うわ、すげえ。大変お待たせいたしました。本日皆さんお待ちかねの来場者プレゼント抽選会、こちらを行わせていただきます。やったー。次もね、本当に4070スーパーをね、ファウンダーズエディション、誰が手に入れるのか、抽選引かせていただきたいと思います。3、2、1、G フォース。1桁が7番の方。1桁7番。終わりました。どうもこのリアおめでとうございます。はい、ということで今回はですね NVIDIA さんの GeForce Day、遊びに来てたんですけども、面白かったね。めちゃくちゃ楽しかった。これからどんどんやるって言ってたよ、イベント。そうだね、うん、今回がなんか NVIDIA さんの、日本の初イベントだったそうなんですよ。これからねどんどんイベントとかも開催していくみたいですので、皆さんもねぜひチェックしていただけたらなと思います。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。